はい、時丸田中の写真道場。今ね、使ってるカメラです。これね、前回紹介してるコダックの、FZ45。引き続き使ってるんですけど、やっぱね、ちっちゃなカメラいいなって改めて思いますね。いつでも持ち運べるっていうか、もうずっとポケットに入れてるんで、やっぱりね、その方が写真って撮れるって思って、スナップの枚数増えましたね。で、ライカ使ってた時は、やっぱ首からぶら下げるってなると、それだけで、移動が結構制限されるんですよ。でね、ずっとぶら下げたまま、一日中歩くのって結構辛くて、やっぱりその仕事、人と誰か会う時もあるし、もちろん、ね、緩めのミーティングとかだったらいいんですけど、いろんな他の会社の人たちがいたりとか、企業の人たちがいる中で、一人だけぶら下げてね、いくらカメラマンといえ、そういうのやってるの辛い。でもこれはポケットにもう入れたままで、だからもうずっと持ってるんで、もうすぐ気がついた時にね、こうやってパッて、こんな風に撮れるんですよ。それがいいなって、コンデジ久々に使ってますけどね。改めていいなと思います。かなりミニマリストなカメラですね、これもね。どんどんね、やっぱり身軽になっていくっていうか、嬉しい感じ。やっぱりシャッターフィールとか全然、そのカメラっぽくないんですけど、だからやっぱりガシャンっていうね、その場所を切り取るっていうか、空間を切り取るような、瞬発的に写真を撮るみたいな、ちょっと身体性とはかけ離れてはいくんですけど、やっぱそっちに結構引っ張られすぎてたっていうか、自分自身が、ずっとライカ、レンジファインダーのカメラをずっと使ってきたんで、ガシャンって撮ることに慣れすぎてたんですよ。で、それをちょっといい意味で、ちょっと丁寧に撮るっていうのかな。ちゃんと、これ自身がちょっとスピードも遅いんで、丁寧に構えて撮るみたいな感覚を今取り戻しているような状況。はい。で、普通に 35mm とか APS-C かな。センサーフルサイズじゃないので、みっちり描写するみたいな感じではないんですけど、フォーカスとか手ぶれっていうか、そういうのが遅い、起動も遅いんですよ。だから、それゆえに結構しっかり構えなきゃいけないっていうのがあって、だから撮る、もうほんと遅い感じで、うわ、あの人撮ってんな、みたいな。結構時間が、ゆっくり、カシャみたいな感じの動作になるんで、サクサク撮れないのも、これの良さかなと思います。はい。あとはね、設定のポイントとしては、これ露出が結構オーバーめに出るんで、マイナス1補正とかでも全然大丈夫、多分。今いつもね、マイナス1、EV マイナス1ぐらいの補正してます。はい。それくらいでちょうどいい。若干アンダーめになるぐらいがいいですね。で、最近のカメラって、ちゃんとね、その評価速攻のクオリティが、品質が上がってるんで、マイナス補正かけなくても、割と適で撮れるような感じになってるんですよ。特に自分が使ってたね、ライカなんかは、結構速攻が良かったです。でも、これはちょっと一昔前の感じで、やっぱ若干マイナスに振ってあげないと、オーバーに移るシチュエーションが多い。というわけでかなり、マイナスに振っていつも撮影してます。はい。で、ちょっと写真もね、いくつか、最近のスナップを、ここに、あげたいと思うんですけど、トーンとしては、普通のデジカメ、iPhone よりは、やっぱセンサーが大きい分、若干品質よく、見えるんですけど、でも、普通のザカメラみたいなもので撮ったものとは、また全然ちょっと、密度が違う、軽い感じに出てきます。でもね、色に関しては、僕は結構気に入っていて、
色彩表現はいいですね。これセンサー、どこの OEM でね、作ってるのかわかんないんですけど、多分コダック自体が多分開発したセンサーが載ってるのかどうか、その辺もちょっとわからないんですけど、色味はね、結構そのフィルムライクというか、結構ライカライクな感じの色味が出るんですよ。うん。それもね、結構気に入ったりしてますね。色もね。で、あとね、でもシャドウは潰れる。これは完全に。だから好感度は全然強くないです。うん。ソニーのカメラとか使ってる方にとってはもうゴミだみたいに思われる方もいるかもしれません。この、シャドウの表現に関してはね。だから結構暗いとこでのスナップとかは苦手ですね。もうね、暗いとこはストロボっていうかフラッシュ焚かないと映らない感じ。でもそれ含めてなんかそのコンパクトの良さっていうか、昔のね、本当映るんですとかで撮ってるような、フィルムで撮ってるような感覚です。はい。そうですね。確かにフィルムで撮ってるような感覚はある。で、なんかあんまこんなにちっちゃいと、いつも持ってる存在感がないんで、なんていうかな。現像をしなくなるんですよね。だいたい昔ってか今まで持ってた普通のカメラとかって存在感があるから、なんか机の上にドーンって置くと、そこからこう、レタッチとか、取り込んで現像しなきゃいけないなみたいな気分が働くんですけど、これはね、なんかずっとポケット入ってるから、もうそのポケット入ったまま服脱ぎ捨ててるみたいな。だから、現像しないんですよ。で、それがまた良くて、ほら、映るんですとかフィルムカメラって現像するのにね、1日2日かかるじゃないですか。で、プリントまでするんだったらね、しばらく置いて、で、しかもそれ取り行く手間がかかるから、さらに1週間、2週間ぐらい、時間を空けて自分の写真を見るんですよ。で、時間を空けることで、自分の写真を客観的に冷静に見ることができるようになるんで、そのセレクトのクオリティが上がるんですよね。海外のね、ストリートフォトグラファーで、メリル・ストリープじゃなくて、誰だっけ名前忘れちゃったな。ジョン・マールムステインか。ジョン・マールムステインかな。マールムステイン。なんかが、これ結構いろいろもうインタビューとかでずっと言ってるんですけど、だからそのフィルムをやる意味っていうのは、フィルムで撮る意味っていうのは、特にストリートフォトグラファーがですね、撮る意味っていうのは、やっぱりそのフィルムの現像で撮ってから現像してセレクトするまでの時間があって、その時間によって自分が撮影した写真を忘れるんですよ、一回。で、一回忘れることで、それを冷静にいいクオリティでセレクトできるようになります。だから、フィルムで撮る意味っていうのはその時間を空けて、客観視を自分の中に取り戻すためなんですよね。だから本当は、今デジタルになってすぐ撮った瞬間にここに映るじゃないですか。それで、撮った瞬間は、いいなってみんなこう思うんですよ。いいの撮れたみたいな。でもなんかそれを1日2日とか1週間とか空けて、実際にこう見てみると本当にいいのかっていうこと。そこをね、改めて気づかせてくれるっていうか。だからこう、現像しなくなる分、1週間ぐらいずっと貯めて、で、その1週間分を、また違った時間軸でセレクトしていく。だからそういうこう、ちょっとそう、写真の楽しみを、なんか昔のフィルム時代の頃の楽しみを取り戻させてくれるようなカメラだなと思います。はい。最近はこれで、お気に入りのカメラで、撮影してます。またね、ちょっといろいろ、欲しいカメラあるんで、もしかしたらそっちのメジャーなところに戻っちゃうかもしれないですけど、壊れるまでできる限りこれでいきたいなと思ってます。はい、今日はそんなところです。はい。じゃあ、時丸田中の写真道場、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。